はい、皆さんおはようございます。今日はね、快晴です。いい天気です。1月ね、5日ということでね、まだ年始の休みですので、今日もね、ちょっと山に来て作業の方していきたいと思います。今日はね、前回と引き続きまして、伐採の方ね、していきたいと思います。で、今日天気いいのでね、朝から今ね、だいたい10時前ですね。ソーラーパネル設置してみました。ブルーティーさんのね、200W ソーラーパネル2つですね、400W 出力ということでね、設置してみました。で、こういう天気のいい日はね、朝から設置してますと、結構ね、充電の方がされますんで、今のね、ちょっと発電量の方見てみたいと思います。はい、今の発電がですね、はい、ここ 105W となってます。今日1月5日、今ね、ほんと9時54分ですね。まだ朝早いんですが、今 73% になっております。100、だいたい 6W ぐらいね、出ております。で、一応ね、ブルーティーさんのは、AC200MAX なんですけれども、スマホでもね、見ることができます。これでね、見ることができます。はい。今ね、73%、106W ね、PV、ソーラー入力があるということでね、わかりますんで、これとても便利ですね。ちょっと離れたところでも見れますんで、今どれぐらい溜まったかなっていうのもね、これで確認することができます。はい。じゃあ今日はね、ちょっと一日、作業中にね、これを出しっぱなしにして、どれぐらい充電できるか。今 73% なのでね、どれぐらいまでいくか、ちょっとね、様子の方見ていこうと思います。はい、じゃあ前回ね、倒したところがね、こんな感じになってます。はい、綺麗さっぱりね、見晴らしがね、良くなってます。こんな感じです。で、今日倒すのはね、この2本、これと、まあできれば、これね、なんだろう、これ桜っぽいですね。と、この手前にね、あるこの、なんか、つるみたいなの絡まってますけども、これをねちょっと倒そうかなと思います。でこの木はねどんぐりの木なんだけど、これは生きてますんで、これはこのままにして、ただね上がねもう絡まってるんでちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、なるべくこれをね残しつつ、この2本合計4本かな。ただあそこの周りねちょっと小さな木がね、ここかな、ありますんで、そこはまあ残してもいいんですけども、ちょっとつるのせいでね、上に絡まってるんで、おそらくね、一緒に倒すことになるかもしれないですね。一緒に倒した方がいいかな。はい、そんな感じで、ちょっとここら辺の枯れ木やっていきたいと思います。ひとまずね、チェーンソーで切って、手前に倒してですね、で、あと、ウインチを使って引き上げようかなと思います。うまくね、前側に倒れてくれればいいんですが、ちょっとつる絡みなのでね、危ないので気をつけてね、作業していきたいと思います。
今ね、1個目倒しましたけど、はい、大失敗です。もうね、中身がね、ほぼ完璧に枯れてまして、つるをね、残したんですけども、ちょっと追いすぎちゃいましたね。本当はウインチで引っ張りたかったんだけど、まあこの状態でね、ちょっと下から、引き上げようと思います。で、これもね、結構やばいです。中身ね、結構スカスカ。これはね、上にね、かけたいんだけど、かけれっかな。枝が張り出してないのでね、ちょっとロープがね、かけれないんですよ。なので、どうしようかな。ひとまず、一旦ね、これを、上に上げたいと思います。はい、今ね、引き上げました。先ほどのね、木をね、すべて引き上げまして、こんな感じになっております。綺麗になった。はい、これですね。ちょっと1本じゃ重いのでね、ちょっと2、3回に分けて、切ってね、引き上げました。もう中はね、もうスカスカ。ほら。もうね、腐ってます。こういう腐った木がね、危ないんですよね。バット方向がね、定められないんですよね。で、あれもね、今、受け口作りましたんで、ロープかけたいんだけども、ちょっと難しいかな。で、隣のね、この木、もうつるがね、絡まってダメなんで、やっぱりね、これも切っちゃいます。横のやつで、ここら辺をね、一体ちょっとスッキリさせたいと思いますので、ロープがね、ちょっと、私はね、木登れないので、ロープかけれないんですよね。なので、ちょっとね、かけれるところにかけて、で、一緒にね、倒したいと思います。こっちの細いやつも一緒にね、あげたいと思います。じゃあ一回ね、小さい木のつる絡まってる方のね、こっちの方もね、ちょっと下の方ね、元の方切っていきます。はい、じゃあ今ね、ワイヤーの方かけましたんで、
これでねウインチの力を使って倒してね、引き上げていきます。はい、ちょっとね救世主を持ってきました。つるが絡んでね、こっちの太い木にもね、もう絡んでこっちに引っ張れませんので、本来ならね山の中とかであれば、チルホールとか使ってね、がっつりこっちにね寄せるんですけども、ここユンボがありますんで、ユンボでねやっていきます。でワイヤーをかけないといけないんですが、ちょっとね上の方にできればかけたいんだけども、なかなかね枝が張ってないものでちょっと難しいですので、ちょっとできる限りね頑張ってちょっとワイヤーをね、ロープを使ってねかけてみたいと思います。はい、じゃあ今ねユンボの方のワイヤーもねかけました。細い方の木ですね。太い方はねちょっとかけられませんでしたので、細い方の木にかけたんで、一回ちょっとそれで引っ張ってねつるごとちょっと引っ張りたいと思います。で太い方はね先ほど言ったようにもう受けを作ってありますんで、うまくねつるに引っ張られて倒れてくれればいいんですが、残ってくれたらねそれはそれで大丈夫です。なのでちょっとウインチとあとユンボねちょっと二刀流で引っ張ります。はい、一応ね成功でしょうかね。はい、枯れた大きい方の木はね途中で裂けました。でこういう風になるからね、わかりますかね。根元でね受けは作ってるんだけども、もう途中でねバキッと割れました。これがちょっとね枯れた木の怖いとこなんですが、ここは誰もね、人とかね建物がないところなんで、大丈夫です。あとはあれを引き上げるだけですんで、やっぱねユンボの方が強い当たり前ですけど。でこれはねちょっと一回上の方と下の方太い木とね全部ね絡んでますんで、ちょっとユンボかなでちょっとね引き上げていきたいと思います。
はい、重機があるとね、一瞬ですね。はい、もう片付けました。じゃあ、木のね、引き上げたいんですけど、ちょっとね、やっぱつるがね、隣にかかってる、桜の木にね。なので、一回ね、ちょっとつるをね、全部切りたいと思います。そこからね、引き上げの方します。今までこの木あったので、そっち見えなかったんですけど、今ここら辺のもう枯れた木戸が全部伐採したんで、南郷川見えるようにはなったんですけど、でもゴソゴソしてますよ、そこら辺中夕方は特にですね。危ないですか？そうですね。なんで今ちょっと今のうちにできる枯れた木の伐採を今。でも今年雪少ないからいいですよね。そうですね。雪降っちゃうともう何もできないので。できないで。そうなんです。なので、あ、どうぞどうぞ。こっちはね、もう隣の土だからゴミはほとんどないんですけど。どこら辺ですか、これ。そうですね、そこのとこら辺が境になってますね。こう、何点か打ってあるんですけど、そこが境なんで、今そっちの手前の方のゴミを今、ゴミっていうか木を、枯れたやつですね、こういうふうにもう危ないやつを全部今のうちに伐採して、仕上げるんです。はい、今ね、ちょっと昼になりましたんで、12時過ぎですね。今のね、ちょっとソーラーパネルの発電状態ね、見に来ました。今ね、パネルに 100% 当たってます。冬はね、ちょっと体温が低いので、縦気味にね、してます。こんな感じです。はい、じゃあ今のね、発電量見てみたいと思います。はい、見えますかね。257ワット。あ、すごいですね。結構発電します。今ね、97% まで来ました。もうね、ほぼ 100% 近いですね。はい、250ワット超えで今、充電できてます。はい、じゃあこの調子でね、多分次来た時はね、もう 100% になってると思いますんで、はい、こんな感じでね、もう半日も全然経ってないですけど、これでね、充電ができます。はい、今ね、ちょっと途中でビデオが止まってしまいましたね。結局ね、ユンボで引き上げました。つるがね、ちょっと太めのが2本、あと細いのが3本ぐらいかな。あってね、それでちょっと引き上げられなくて、そこのバッコンもね、ちょっと引っかかってしまったので、ちょっとウインチだとね、ちょっと危ないので、壊れる可能性があるんでね、ユンボで引き上げました。今こんな感じです。だいぶね、スッキリしてきました。そしたら、これをね、あとちょっと一回片付けまして、今ね、何時だ、1時過ぎましたんで、ちょっと昼休憩取ってね、午後からそっちの桜かな、あとつるが巻いてるやつね、これもかなり手強そうですが、
これちょっとね午後やっていきたいと思います。はい、今ね、昼休み入ろうと思ってきたらね、まだね太陽光がバッチリ当たってます。で今のね充電状態見てみます。はい、バッチリね 100% になってますね。はい、もう充電の方もね停止してます。こんな感じでね、今回はブルーティーのね 200W×2 で 400W のねパネルを使ってました。で大体 250W ぐらいの発電ですかねできますんで、こういった大容量のね、ポータブル電源、2000W クラスですね。でこれでもね、十分、充電ができますんで、こういった天気のいい日はね、外に置いておくとね、電気のね無駄がなく使えますんで、こちらの方のソーラーパネル、あとポータブル電源の方をね概要欄の方にリンク貼っておきますので、よろしければね興味のある方ご覧いただければと思います。じゃあね、もうお腹空いたのでね昼休み入ります。はい、じゃあ午後の部ね始めていきたいと思います。じゃあ次はね、この木ね、あとつるが絡まってますんで、ここら辺一帯をね全部伐採したいと思います。でつるがねそっちの木にもね行ってるんですが、できれば倒したくはないので、こっちにね引っ張って、ユンボかな、ユンボでねちょっと引っ張ってこっち側にね、手前側に倒して、なるべくね引き上げるようにちょっと頑張ってみたいと思います。はい、じゃあ今ねワイヤーの方なんとかかけましてユンボにねつなぎましたんで、一旦ちょっと下の方で受けを作って、それからねユンボでちょっと引っ張ってこっち側にね倒そうと思います。いけるかな、ちょっとね頑張ってやってみます。はい、じゃあ今ねユンボとつなぎましたんで、引っ張っていきたいと思います。受け口こっち側に作りましたんで、多分うまい具合にねこっち側に引っ張れば倒れてくれると思いますんで、はい、後ろにもね今どかしましたんで、この状態でね引っ張っていきたいと思います。
はい、バッチリじゃないですかね。こっちにねちゃんと倒れてくれました。いやーよかった。あの木もね無事です。じゃあちょっとね元の方を切りに行きます。よっしゃー。これ上がんないね。ちょっとね何分割かにします。これは上がんない。上がるかなこれ。ちょっと上げてみようか。ユンボで上がったらね楽だね。よいしょ。はい、じゃあ今ねユンボにそのままねワイヤーつながってたのをつなぎ直しましたんで、この大きいね1本の木が丸々引っ張れるかね、ちょっとユンボの力でちょっと難しいと思うんだけど、ちょっとやってみます。曲がっちゃった。はい、今ね木につけてた細いワイヤーがね切れました。なのでどうだろう、半分近く上がったかな。なのでねちょっとあと細かく切って引き上げの方していきます。はい、ようやくね、終わりました。今ユンボでね片付けの方をしました。またね枝の山がたんまりできましたけど、後でね片付けたいと思います。大体はね伐採の方は終わりですね。で大きい木もね、ここさっき倒した桜の木とかね、全部ここにあります。後で玉切りしてどうしようかね、薪を作るなり何だかしら使えるとは思うんですが、このまま置いといてね乾燥させてもいいかもしれないですね。はい、今座ってるのはねさっき、作った、木のね丸太の椅子作ってみました。はい、今ねこんな感じです。はい、だいぶね綺麗になりましたよ。これでね夏もジャングルにならないでね済むかなと思います。もうつる絡みでねもう頭がへし折れてるやつと、あと枯れてる木の伐採ね、全部しました。もうここら辺はねなんでねもう枯れてるって言っても多分つるのせいなのかね。で多分先端が折れたりしてね、
もう枯れてました。生きてるね、もう倒木してる木もありましたけども、こんな感じでだいぶ見通しがいいです。最近ね、夕方になるとね、もうあそこら辺からね、ガサガサ音がするんですよ。おそらくイノシシとかね、この前もイノシシ出てきましたけども、来るたびにね、結構土掘り返されてます。今日でね、1月5日となります。まだね、そこまで寒くないのかな。雪降ったりしてね、寒い時もあるんですが、イノシシとかね、まだ結構動いてます。どうでしょうかね。こんな感じです。で、最後のね、残りの1本があるんですが、それはちょっとね、時間ある時にやろうと思います。これはね、もう目の前だからウインチとか使わなくてもね、ユンボだけでいけます。これね、これ。はい、もうこう枯れてます。これもね、結構そこそこ大きいのでね、ここもやってしまえばね、結構開けるんじゃないでしょうかね。わかりますか？これ荒らしたの全部ね、イノシシです。全部ね、掘り返してね、この資材もね、荒らしていきました。こんな感じでね、ちょっと今回はね、ユンボ、あとウインチ使ってね、枯れ木の伐採ということでやってみました。ちょっとね、今の時期、するのが一番いいかなと思ってね、頑張って、年末年始で、休みを使ってね、やってみまして、ここまでね、開くことができました。また次回以降もね、その枯れ木の伐採はね、ちょっと動画にするかわかんないですが、向こうにもね、ちょっと伐採しなげない木とかね、ありますし、あとはゴミですね、ゴミの片付け。それがね、優先的になってきますんで、冬の間にできることをね、ちょっと、段取りよくね、考えながらやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。